はい、皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はどんな角度の顔も描けるようになる世界標準の顔の描き方3、十字線だけじゃダメ、顔をうまく描く方法ということでお話ししていきたいと思います。皆さん顔を描くとき、顔に十字線の当たりを取って描く人は多いと思いますが、そこから先どのように描き進めているでしょうか。十字線の当たりを取るところまでは知っていても、そこから先が適当になってしまっていたり、どう描き進めればいいのかわからない人も多いのではないかと思います。実は顔を描くとき重要なポイントは、十字の当たりを描いた後にあるんです。この工程を省いてしまうと顔の十字線の当たりがあってもそれをうまく使えず顔のバランスが崩れたり、いろいろな角度から顔を描くときにうまくバランスをとって描くことができなくなってしまうんですよね。ということで今回の動画では顔に十字の当たりを取った後どのように描き進めればいいのか、その具体的な手順について解説していきたいと思います。この動画を見ていただくことで顔の当たりの十字線を描いているのに顔がうまく描けない根本原因をはっきりさせて、顔の十字線の正しい使い方とその後どうすればいろんな角度から顔を描いた時にバランスが崩れることなく描き進められるのかがわかると思いますので、顔を描くときに当たりの十字線をちゃんと描いているのになんだかバランスよく描けない人や、顔の描き方の基本をきちんと学びたい人はぜひ最後までお付き合いください。顔の描き方シリーズは今回で3回目となります。前の2つの動画をまだ見ていない方はタイトル下の説明欄にリンクが貼ってありますので、顔の描き方を一から学びたい人はそちらも合わせてご覧ください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、または趣味で描いているけどもっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。早速ですが、顔の当たりの十字線を描いているのに顔がうまく描けない根本原因は何だと思いますか？結論から言うと、顔のディティールを描く前に比率の補助線を描いていないからだと思います。比率の補助線とは、目、鼻、口などのパーツが顔の中でどれくらいの位置にあるかを決める線になります。顔のパーツを描く前にこの補助線を描いておかないと顔のバランスが崩れる原因となってしまうんですよね。描き慣れた人はこの補助線を使わなくてもうまく描けてしまうのですが、それは例えるなら自転車に乗れるようになった人は補助輪なしでバランスが取れるのと同じで、顔がまだうまく描けないうちは比率の補助線がないとバランスをとって描くのは難しいんじゃないかなと思います。初心者の人が最初からプロの人と同じ描き方を真似してもうまく描けないのはある意味当たり前なんですよね。ということでここからは顔を描く時の比率の取り方の基本について具体的に解説をしていきたいと思います。まずは前回の動画で解説した両端を切り落としたボールを描いてみましょう。はじめに球体を描いて球体の中心を通るように軸を描きます。この軸が頭の傾きを決めます。次に球体の表面を沿うように縦線と横線を描きます。地球で例えると経線と赤道になります。縦線と横線が交わる位置が眉間の位置となり、顔の向いている方向を表します。球体の両サイドを切り落とします。お椀型の立体を切り落とすイメージを忘れないでください。前回の動画ではここまで解説しました。今回はこの辺りに顔のパーツが正しく書き込めるように比率の補助線を描いていきたいと思います。まずは頭の頂点から眉間の位置を通って軸と水平に下へ向かう直線を描きます。この線を顔の中央線と呼びます。顔の補助線はこの中央線を使って書き込んでいきます。次に頭の頂点から眉間の十字の位置までの長さの半分のところに目印をつけます。この位置が髪の生え際の基準となります。キャラクターによって生え際は大きく変わってきますので、あくまで目安として覚えておいてください。頭の頂点から眉間の十字までの長さの半分の位置が立体で捉えにくい人は横から見たところから書いてみてください。半分の位置はこんな感じとなります。髪の生え際から眉間の長さと同じ長さを中央線に沿って伸ばしたところに目印をつけます。この位置が鼻の付け根の基準となります。これもキャラクターによって変わってきますので、基準として覚えておいてください。さらに今描いた線と同じ長さを中央線に沿って伸ばした位置に目印をつけます。ここが顎の位置となります。これで大まかな顔の配置はできました。次に口と目の比率を見ていきます。まずは口の位置から鼻の付け根の位置から顎の位置までの長さを3等分します。上3分の1のところが口の位置、下3分の1のところが顎の始まりの位置となります。次に目の位置を見ていきます。眉間から鼻の付け根までの長さの半分のところに印をつけます。ここが目の下のくぼみの位置となります。さらに今引いた線から眉間までの位置を半分に分けます。この位置が鼻の始まりの位置となります。次は輪郭を描いていきましょう。輪郭は顎の立体や頬骨の立体が関係して説明が長くなるため、別の動画で改めて解説しますので、今回はざっくり描いていきたいと思います。まず球体の真横の位置から顎の目印につながるように輪郭線を描いていきます。目のくぼみの部分は内側にへこむように、頬骨の部分は出っ張りを意識して描くとそれっぽく描けます。次に反対側の輪郭を描きます。鼻の付け根のラインは頭の立体を意識して側面まで伸ばします。頭の側面の中心から下に向かって線を引き、この線と今引いた横線が交わる部分から顎の目印に向かって線をつないでいきます。
顎のラインはキャラクターによって大きく変わるので、こちらも目安として考えてください。次に耳を入れます。先ほどの鼻の付け根から横に引いた線と眉間から横に引いた線の間が耳の収まる目安となります。顔の側面の中心が耳のつく部分となりますので、こんな感じで耳を描き入れてみましょう。これが基本的な顔の比率となります。ここではリアルな顔で解説しましたが、この描き方はどんな人にでも応用が効きますので、しっかりと覚えておいてください。この描き方をデフォルメの効いたキャラクターに応用する方法は動画の後半で解説したいと思います。ここでよくある勘違いについて説明します。よくある勘違い1、鼻の付け根に鼻の頂点を描いてしまう。先ほど書いた比率の補助線の眉間と顎の半分の位置は鼻の付け根となります。よくここが鼻の頂点の位置だと勘違いしてしまう人がいるのですが、ここに鼻の頂点を持ってきてしまうと鼻筋が異様に長い人になってしまいます。ですので、眉間と顎の間に書いた補助線は鼻の付け根だということを覚えておいてください。漫画やアニメではよく点で鼻を描くことがありますが、この点は鼻の頂点を表す点となりますので、点を打つ位置には注意してください。よくある勘違いに、顎の始まりと下唇の位置をごっちゃにしてしまう。先ほどの説明で鼻の付け根から顎までの距離を3分割した下3分の1が顎の始まりと言いましたが、ここを下唇のラインとごっちゃにしてしまう人がいます。横顔で考えるとわかるのですが、顎の始まりはこの凹んでいる部分、下唇の位置はこことなりますので、間違えないように注意してください。それではここまでの内容を写真を使って確認してみましょう。まずは頭の球体を描きます。球体の軸となる線を中心を通るように描き足します。次に縦線と横線を描き足します。球体の面に沿うよう立体を意識して描いてください。球体の側面を切り落とします。最初は難しいと思いますが、立体を意識して切り落としてみてください。眉間の位置から軸と同じ方向に縦線を伸ばします。この線が顔の中央線となります。頭の頂点から眉間までを半分にした位置に髪の生え際の線を描き、同じ長さを中央線に沿って伸ばしたところに鼻の付け根のあたりを、さらに同じ長さを伸ばしたところに顎のあたりを取ります。鼻の付け根から顎の位置までを3分割して口の位置と顎の位置を描き、眉間から鼻の付け根を2分割して目の下のくぼみの位置を描きます。さらに2分割した位置が鼻の始まり、眉間の台形の位置となります。顎のラインを描いていきます。今回は難しいことは抜きにして写真の顎のラインをざっくりなぞっていきましょう。鼻の付け根の線を側面まで延長して眉間から伸びる横線との間に耳を描き入れます。最後に目、鼻、口を描き足してあげて完成です。もう一度別の角度の写真を使って描いてみましょう。まずは頭の球体を描きます。頭の軸を描いて顔の方向を決める十字の位置を基準に球体に縦線と横線を入れます。球体の側面を切り落とします。眉間から顎の方向に線を伸ばします。髪の生え際、鼻の付け根、顎の位置に当たりを取り、口の位置と目の位置の当たりを描き入れていきます。顎のラインを描いていきます。煽りの場合、顔をお面に見立てて顎の回り込みを意識すると描きやすいと思います。鼻の付け根の位置を顔の側面まで延長して眉間から伸びる横線との間に耳を描き入れます。こちらも確認のため目、鼻、口を描き足しましょう。立体の意識を忘れないように描いてください。慣れてきたら少し省略した描き方をしてみましょう。まずは頭の球体を描きます。次に球体に沿うように横線を引き、縦線は眉間の位置から下に伸ばして描いてしまいましょう。側頭部を切り落とします。中央線に頭の頂点の位置、髪の生え際、鼻の付け根、顎の位置を取ったら、口と顎の位置、目のくぼみの位置、鼻の始まりの位置に当たりの線を描きます。次に顎のラインを描いていきます。目のくぼみと頬骨の出っ張りを意識して描いてみてください。鼻の付け根の横線を延長して耳を描き足します。最後に目、鼻、口を描き込んでいきます。このような俯瞰の場合、口はお椀型の立体なので補助線の位置より少し前に出っ張ることを意識してください。慣れてきたら自分で描きやすい順番に変えてしまっても大丈夫ですので、描き方の手順や省略の仕方など工夫していろいろ試してみてください。最後にこの描き方でキャラクターを描いてみたいと思います。先ほど描いた標準的な顔のあたりをそのまま使ってみましょう。ここまでの工程は一緒です。リアルな人との違いは顔の比率です。今回は可愛いキャラクターを描きたいので、顎を短めに取り、顎の長さに合わせて補助線を入れていきたいと思います。輪郭線もキャラクターに合わせて丸みのあるラインを意識します。あとは先ほどと同じ手順で描いていけば、同じ頭のあたりからでも全く違うキャラクターが描けると思います。キャラクターの素体部分が描き上がりました。あとはこれを下敷きにディティールを足してあげれば完成です。初心者のうちは目や髪の毛などついディティールにばかり気を取られてしまうと思いますが、いくらパーツごとのディティールがうまく描けていたとしても、全体のバランスの比率が間違っていたら決して良い絵にはなりません。ですので、まずはディティールにこだわる前に、今回お話しした顔の比率を意識してしっかりとした顔の土台を描けるように練習してみてください。最初の標準的な顔の比率の人と比べてみましょう。土台ができていれば顔の比率を変えるだけで違う顔が描けることが分かっていただけたかと思います。
皆さんもこんな感じで頭の当たりを変えずに色々なキャラクターを描いてみてください。比率の違いさえ分かればどんなキャラクターでも描けると思います。